こんにちは、加藤です。今日は、皆さんに前回お伝えしたデッサンを形作る要素 4つ。形、明暗、質感、空間。形の次に、明暗についてっていうことを言いましたけれども、明暗について深掘りしていこうと思います。まず明暗って皆さんデッサン描き始めた方は一番気をつけていることだと思うんですけれども、形がある程度取れるようになったら、次はやっぱり立体感、量感、そういうのを出すために陰影を利用していると思います。私は教室で生徒さんにこんな風に説明しています。物に対して光を当てて影を作ることによって立体表現ができるようになります。光が例えばね、全光って言われる全然影ができないような状態で、照明を当てた場合ってなかなか上手い人でも立体表現するの難しいんですね。同じように逆光って言われる完全に後ろから光が当たって全部影に見えてるっていう時も立体表現難しいです。そんなわけで基礎デッサン始められる方には光源、光をきれいに当ててほしいんですね。斜め横から、斜め前とか斜め後ろでもいいんですけど、影がきれいにできる状況をちゃんと作ってあげてモチーフをセットすると。そうすると光に対してどっち向きの面なのかっていうことが明暗の調子を書くことによって、調子を書き分けることによって面を表現することができるようになってきます。はい、ちょっとおさらいになりますけれども、例えば立体、ちょっと手を用意しました。これに対して光を当てて一番明るく見えるのは、ここですよね。この光に対して直角に90度にぶつかる面。では、一番暗く見える面はどこだと思いますか？これね、覚えておいてください。光が当たった時に、例えばこの辺で光が斜めにスーッとかすれていくというかね、こっから先は影だとしましょう。光に対してここまでは光が当たっていて、ここから影になると。そうした時に、ここ一番暗く見えるんですね。ここ何かっていうと、光と影、日向と日陰の境目、境界、臨界面、ここが一番暗く見えます。これなぜだかわかりますか？世の中、後ろにもいろんなものあるんですよね。で、こうやって光が当たった時に、反射光とか逆光って言われる光が、やっぱりうっすらとね、反対側から入ってくるんですね。そのせいで、一番暗く見えるのは、この光に対して一番反対側、後ろ側かと思いきや、このね、境界面になる。これ、しっかり覚えておくっていうか、よくものを観察すると発見できると思います。一番暗いのどこかって、一番明るいのどこかって、このモチーフの中のマックスですね。マックスの白、マックスの黒っていうのがどの辺に来るのかなってよーく見ていくと発見できるのがこの境界面。この原理と実際に見える現象とが一致した時にデッサンをしていて腑に落ちる。そんなデッサンが描けるようになってくると思います。光の向きを意識しなさいとか、光がこちら側から当たっているのでこちら側が影になる。影といっても陰影っていうね、同じ影っていう字を書きますけれども、陰と床に映る影があると。そういったのを明暗を利用して立体表現をしていきます。その際に今明暗って言いましたけれども、これを今2つに分けてお話を進めていきます。1つ目は調子。調子というのは明るいから暗いまでのトーンの段階、階調のことですね。トーンともう一つはバルール。バルールっていうのはフランス語なんですが、英語のバリューと同じ意味合いになります。日本語にするとね、すごく難しい概念というか、トーンとどう違うのっていうところが非常に区別しにくい、説明しにくいところなんですが、絵画教室とかアトリエとか予備校とかでこんな使われ方をします。バルールが合っているとか、バルールが狂っている。じゃあ、バルールが狂っているっていうのはどういう状態を指すのかっていうと、本来明暗の階調が整っていると空間とか奥行きというのが見る人に伝わってくるんですが、バルールが狂うことによって本来後ろにあるものが前に出て見えてくるとか、その空間が引っ込んでいるはずが飛び出て見えている、もしくは飛び出てほしいのに引っ込んで見える。そんな風に絵の中の画面の中の調子が本来そこにある調子と違った調子が使われていた場合にバルールが狂っている、ここの部分バルールが合っていないっていうような使われ方をします。今2つ挙げました。調子、トーンとバルール、バリュー、この2つを意識してほしいなと思います。もうちょっと具体的なお話をしますと、まず調子、トーンですね。トーンっていうのは
光が当たった時にどこが暗く見えるのか、その明暗を表現することによって形態が説明できるんですね。明暗は利用する材料で、形態を見る人に伝えるために調子を利用しています。ちょっと例を挙げますと、ここのほっぺたがどのくらいの明るさ、暗さに見えるって言って、その明るさに合わせてちょっと明るいとかちょっと暗いっていう調子を皆さん追っかけると思うんですが、その調子を追った結果、面の向きが表現できていると成功なんですね。明暗を追っかける、単なる階調を再現することが目的ではなくて、明暗を利用して面の向きが表現できるっていうのが基礎デッサンにおけるトーンの役割になります。もう一つ、バルールですね。バルールっていう概念ですが、調子、トーンが合っていればバルールも合っているってことなんですね。で、バルールが合っていると画面の空間、奥行き表現ができている。意図してない、引っ込めたいのに飛び出てくるとか、出ているはずなのに引っ込んで見えるっていうのは、色と色というか、調子と調子のその隣り合わせの調子のぶつかり方というか、配置が合っていない。実際よりも暗すぎたとか明るすぎたっていう間違った調子をそこに置いた場合、実際よりも明るすぎた、暗すぎた、そうですね。違う調子を置いた場合にバルールが破綻します。そんな風に調子を決めるその要素というか理由っていうのは、そこに合った色をつけられるかどうか、それによって空間が表現できたりできなかったりするという風にご理解ください。はい、今日は4つの要素の中の2つ目、明暗についてお話ししました。調子とバルール。バルールっていう部ですからね、V ですから、バルールと調子、この2つ覚えておいてください。というわけで今回はこれくらいにしようと思います。ウニアトリエチャンネルではこんな感じで、デッサン初心者の方や絵を始めたけれども上達に伸び悩んでいる方を対象にしたチュートリアル動画、解説動画を毎日配信しています。今回の動画を見て絵を始めてみようかなと思った方がいましたら、デッサン実技とか人物とか風景とか油絵、そんな風に再生リストにまとめて概要欄に貼っておきましたので、もし今回の動画が参考になりましたらチャンネル登録、いいねボタンを押してもらえると嬉しいです。さよなら。